そして名前はケコー如来という名前になる。それから国は陸という国に、時代は大宝荘厳という時代であると。はい、皆様こんにちは。法華経の話第45回です。もう暑いしか言うことがございませんので、冒頭のご挨拶は控えさせていただきます。前回から比喩本に入っていきました。比喩本の冒頭から舍利発の両下の場面までお話をしたところが前回までの内容でした。少し前回を振り返ってみましょう。両下とは仏様の説法を聞いて理解したところを聴衆の側が仏様に申し上げることです。舍利発は方便本の説法を聞いて自分は真の仏師であることを悟ったと、そのことを仏様に申し上げたんですね。この仏師の自覚というのはとても大事なことです。これから説かれていく三者家宅の例えや長者宮司の例えも親子をもとにした比喩となっています。もしアラカンの子であると自覚してしまえば、それはアラカンにしかなることはできない。仏の子であるということを自覚することで仏になることができる。その方向が見えてくるわけですね。これは目的地がはっきりして、その目的地に向かって歩みを進めるということに似ています。その目的地まで到達できるかできないかは別にして、目的地そのものが間違えていたり、違うものを選択していたりすれば、本来の目的地には到達することはできないんですね。逆に目的地がはっきりして、その目的地を違えないように素直に歩みを進めていけば、いつかは目的地にたどり着くことができます。無論、歩みを進めればですが、これはつまり、私は仏の子です。だから何もしなくてもいいということではない。歩みを進めることが大事なんですね。ちなみに、例えばこの目的地の例えでいくと、どの時点で目的地にたどり着いたと言えるのかということが、一つ注目点になるんですね。実際に目的地に到着することはもちろんそれを到着したと言えますが、目的地に向かって歩みを進め始めたことも、これはいずれ到着していきますから、目的地にたどり着く、その流れになったということを言っていいんではないかなということがあるんです。で、こういう議論が成仏においてもなされていくことになるんですね。ちょっと例えが良くないのかもしれませんが、どの位置で成仏と言えるのか、そこに関して様々な人々が考えを模索していくことになるんですね。この時点で成仏、この時点で成仏、この時点で成仏というような、どういったものが成仏と言えるのかという議論がなされていくということになります。これに関してはいつかお話しできる機会があればと思っております。さて、今日の内容ですが、両下が終わりましたので、次の述情に入っていきます。述情は仏様の念押しの部分でした。釈尊は舍利発に告げるんですね。今、皆に宣言すると。私は昔、2万の雲の仏のもとで最も優れた教えに導くために、常にそなた、舍利発を強化してきたんだというんですね。そなたはまた長い年月にわたって私に従って教えを学んできた。私は巧みな強化の手段、方便を用いて導いてきたので、その結果、そなたは今、私の法の中に生まれてきたのである。こういう宣言をされるんですね。これは、この宣言の中にお気づきになられたかと思いますが、釈尊と舍利発に大変な昔からの因縁があったと説かれていたんですね。ちょっと突然のような感じもしますが、実はこの因縁を解くということも、これも後の説法の法華経の説法につながっていきます。この後突然因縁がどうこうって解き始めたら、衆生は混乱しますので、ここではちょうど聴衆の代表であった舍利発との因縁譚、因縁の過去世の因縁を出してきまして、この因縁というものが
仏様と私たちにあるんだという、その因縁を意識させていくことになるわけですね。そして釈尊は次のように説いていきます。シャリホツよ、あなたは過去に仏になりたいという思いを持っていた。しかしそのことをすっかり忘れてしまっていたんだと。そこで今法華経を説き、過去世を思い出させて成仏へ向かわせるようにしたのですというんですね。で、ここまでが実情談になります。ちょっと短いように感じるんですが、これ大事なことが示されていたのはお分かりいただけたと思うんですね。それは、この因縁っていうものをですね、後の説法の中から導き出していくために、ここでは釈尊とシャリホツの因縁という、その姿がここで見えてくることになるわけですね。そして、とうとう、寿期に移っていきます。シャリホツよ、そなたは未来世。とっても、長い時間ですね。決して思い量ることができないほどの長い年月を経て、また大変な数の幾千万の句の多数の仏を供養し、そして正しい法を授受申し上げて、菩薩の修行を完成し、必ず仏になることができるであろうと。徳う差仏。まさに差仏することをうべし。とこうあって、成仏が叶うということになるわけです。今この瞬間というわけではなくてですね、未来世においてということになるんですね。法華経を読んできて、読んできた私たちもようやくと思いますが、シャリホツにすれば本当に長い間、要不成仏ということで悩んできたのですから、ようやくここまで来たと思ったのではないかなと想像します。そして名前は華光如来という名前になる。それから国は煩悩のない国なので、陸という国において華光如来という如来になる。シャリホツはですね。というわけですね。ちなみにこの陸という国はお経の中でこんな風に言われてるんですね。その土地は平らかで清らかであり、自然が美しく穏やかで、物品は豊かであり、天上の神々や人々が満ち溢れているだろう。地面は瑠璃樹、宝石ですね。からなり、8つの地域に道が通じていて、黄金の縄で地域の境界が区切られ、それぞれの地域には金銀等の七宝で飾られた木があり、いつも花が咲き、果実が実っているであろうと。すごい素晴らしい国ですね。そういった国で華光如来となるであろうと。時代は大宝将軍ですね。大宝将軍という時代であると。なぜ大宝将軍かというと、菩薩を宝とする時代であるからだと説かれているんですね。その他、この国や時代の説明がいくつかあるのですが、そこは省略させていただきます。こうやって受記をされるときには、多くの場合、どういう仏になって、どういう国に生まれ、それはどういう時代であるという、そういったところまで仏様が説明してくれるわけですね。こうやって説明していただけると、なんだか、そういったものの目標というものがはっきり見えてくるような気がして、本当にありがたいことであったろうなということを思うわけです。ちなみに、この受記の最後にこんな教えが説かれるんですね。シャリホツ、この化光物の滅度の後、シャリホツが化光如来となって、その化光如来が入滅する、亡くなった後、消防が世に従すること32将校、造房が世に従すること32将校と、こういうお経文が出てきます。これは詳しい方はご存知だと思うのですが、消防時代、造房時代、末法時代という仏様が入滅した後の時代区分があるんですね。ここでもシャリホツが華光如来となった後、3つの時代区分があるよということが示されているわけです。末法に関してはどうも記述がないようなんですが、消防時代、造房時代っていうことがあるということがここに示されているんですね。仏教の基本的な思想である流転ということが、どこまでも徹底されていることがわかるということになると思います。さて、これで受記が終わって、いわゆる法説集が終わり、非説集に移っていきます。ここですね。法説集の実情と受記が終わりました。そして、
次から非節宗の小節というところに入っていくわけですね。まず、シャリホツの周りにいたビクビクに乳母足奪い、諸天全人がシャリホツが成仏が保証される様子を見て、ここでも、またその多くの人たちが、心が大いに歓喜し、予約すること無料なり、心から大喜びし、皆一斉に踊り上がりましたと。踊り上がって喜んだんですね。この無料に踊り上がって喜んだっていうのがすごくとってもいいですね。周りの人たちがシャリホツ、あいつだけが成仏が保証されていいなというふうにはならなかったんですね。みんなシャリホツの寿記をとっても喜んでくれたと。素晴らしい光景ですね。そしてシャリホツは自分は寿記を得ることができた。しかし周りの聴衆たちはまだはっきりと釈尊の意図するところが分かっていない。ですから釈尊よ、重ねて法を説いてくださいと、こうシャリホツは釈尊にお願いするわけです。ここでそれまで聴衆の代表であったシャリホツから次の聴衆へとバトンタッチをすることになるんですね。そしてそれをシャリホツ自身が行うわけです。シャリホツは自分だけ分かればいい、自分だけが悟ればいいということではないということが分かってるんですね。ここに法華経を授持したシャリホツの姿があると思います。それまでのシャリホツなら自分だけ分かればいいということで終わっていたかもしれません。しかしシャリホツは法華経の教えを聞いて自分だけ救われればいいということは間違った悟りであるということが分かったんですね。その信受したところ、法華経で信受したところがこのようなバトンタッチしていく振る舞いになって現れたのだと思います。そしてそのシャリホツの要請に応えて釈尊は三者家宅の例えを説かれ始めるんですね。この三者家宅の例えに関してはいろいろなことがたっぷりと含まれている比喩になるので気になるところですが次回とさせていただきます。で、今回はもう少しお話を続けさせていただこうと思っておりまして、それは以前からお寄せいただいている2つの質問について答えてみようと思うんですね。まず1つ目は、法華経ではなぜこんなに方便方便と繰り返されるのかという質問です。確かにこれまでの内容でもそうでしたが、今後もこの方便を捨てて一仏乗、いわゆる法華経を信受しなさいということが本当に何度も説かれていくんです。私も若い自分に法華経を拝読した時には、なんでこんなに解散検閲、方便を捨てて一仏乗に入りなさいということが繰り返し説かれるんであろうかということを思っておりました。言葉を悪く言えば、ちょっとしつこいくらいに繰り返されていると感じたんですね。ところが最近はその理由が少しだけ分かってきました。ちょっと横柄な言い方ですけども、少しだけ、こうじゃないのかなと思うようになってきたんですね。そもそも方便というのは巧みな教化の手段で、それは真実の教えに導くためのものであると話しました。なぜそのようなことを釈尊はしたのかというと、それは衆生の基本がバラバラだったからですね。ですから、それぞれの状況に合わせて教えを説く、そうするしかなかったわけです。それで私が何が少しだけ分かったかというと、それは、この世の中には本当にいろいろな人がいるということです。ものすごく当たり前のことなんですが、本当にいろんな人がいるんだなということを思うようになりました。自分の考えと全く違う人もいらっしゃいますし、同じだなと思っていても、俺は微妙に違ったりするんですね。また性格も違うし、物事の捉え方も違います。十人十色なんて言いますけど、本当に人それぞれですね。若い時には、世間も大体自分と同じように思っているだろうなんて勝手に思ってたんですが、それは大変大きな間違いでした。勘違いでした。仏教も、仏様も、そういう様々な人に教えを、また様々に説いてきてくれたんですね。そして、やっと自分の説きたかったところの教え、法華経を説くことができると。その時になって、
その様々な人々が、あの時言ってたことと違うじゃないか。そんな風には教えてくれなかったじゃないか。と言われても、これは仏様も本当に困ってしまいますね。まして、仏様は嘘つきだというなんてことを言われたら、仏様があまりにもかわいそうです。だから、仏様は正直者方便といって、自分も、仏も方便を捨てて真実の教えを説くから、あなたたちも仏様の教えを素直に聞きなさいとこうおっしゃるわけですね。ということで、なんで方便を捨ててということが、方便を捨てて法華経に入りなさい、信受しなさいということが繰り返し説かれるのかというと、それは裏を返せば、私たちはとにかく様々な人がいて、その様々な人々が自分勝手に教えを理解し、執着してしまっているからというのが、とりあえず私が思っている、その考えているところの答えになります。それから、法華経というのはあまり内容がないという説があるらしいが、これはどうかという質問がありました。ここまでの話を聞いていただいた方々には、法華経に内容がないなんてことはないということを分かっていただけるんではないかなと思います。実に様々なことが説かれていて、本当に深い内容のものばかりだと感じていらっしゃると思うんですね。そう思っていただけていれば本当に嬉しいです。ところが実際にはこの批判のように法華経には内容があんまりないんじゃないかというような批判は非常に昔からあるんですね。これは法華経を表面的に読むとあまり個別具体的なことが説かれていないということがあるからだと思います。またちょっと突拍子もないような場面も出てきますから、こういったものは現実的な話ではないと感じてしまう方もおられるのではないかなと思うんですね。これは先ほどの方便の話とも通じるのですが、法華経というのはそれまでの教えとは違って、様々な生命に対して一つの根本的な教えを説いていく、そういうスタンスなわけですね。ですから、このような時にはこう考えてこのように修行しなさいということはあまり説かれないんです。むしろ根本的なところがはっきりと信受できれば、そこから生まれてくる表面的なところはおのずと振る舞いとなって現れるでしょうというのがこの法華経の考え方ではないかなと思います。現代というのは社会全体がマニュアル化されていて、何でも説明書が必要だし、場面場面ごとに細かくどうするべきかというのがなければならない、そういう時代になりました。これはとってもわかりやすいことなのですが、ところがちょっと場面が変わってしまうと何も対応できなくなってしまうんですね。法華経というのは普遍性を担保する教えでもありますから、ちょっと時代や社会が変わったからといって教えが対応できなくなってしまったら、その普遍性を解くことはできないんですね。そういう意味では確かに現代の人からすると法華経というのは、とてもつかみどころがないし、よくわからない代物として扱われてしまう。そういったこともあるのかもしれません。でもこれまでの話の中での事柄のようにじっくりと考えて、その根本的なところを見ていこうとすれば、非常にいろいろなことが分かってくるし、また自分自身がどうしていくかということにもつなげていくことはできるのではないかなというふうに思います。ですので、法華経を読んでいて実際にどうしたらよいのかということを拙速に考えない。急いで考えないようにしてもらえれば良いのではないかなと思うんですね。むしろすぐに答えがどうこうと思わなくなってくると、逆に気づくことも多く出てくるのではないかなというふうに思います。また、法華経に説かれる教えの中でも、どうしても時代の制約を受けているものというものもあって、それを何とか克服していこうと、後の人々が様々な挑戦をしていく。法華経をもって解釈していくっていう、そういった姿も出てきます。またこれは女人成仏のところで出てきますので、その時にお話をしようと思いますが、まずは法華経というのは根本的なところを説くから、逆に言えば個別具体的なところがあまりないように思う。ですが、
その個別具体的なところにすぐに飛びつこうとしないで、根本的なところをしっかりじっくり考えていこうとすれば、おのずから表面的にどうしなきゃいけないかっていうことは分かってくるんではないかなというふうに思っております。この2つの質問に関しては、また今後も考えて改めてお話もできればと思っております。では本日はこれまでといたします。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。